こんにちは、山下夏実です。今回はここ最近の2日間の映像をまとめていきました。スタートが2月16日の月曜日の映像となってます。少し地形が週末から変化しまして、少し波が変わり始めたといった感じですね。できる看板が少し変わって、ある程度引いちゃってもできる地形ではあったんですけど、それが引いちゃうと波が悪くなってしまう地形に変化しましたね、少し。なので朝一この流木前のスキム潮をある程度高い時間に狙わないといけないかなっていう感じになっていました。できる時間が短時間なんですけど、しっかり行く時間を合わせれば基本流しラップ両方取れるような波があったりといった感じの地形になってます。で、必ず手前に1枚こういう風にね、ギャップが必ず来るので、それをいかに攻略するかっていうのがミソですね。1枚越えて、で、裏に合わせる。で、バック押しも多少出るので、非常にアプローチの段階で加速をさせづらいといった感じなので、しっかり助走距離つけるなり、タイミングをしっかり選ぶなりっていう見極めが必要になるかなっていうふうに思います。見極めたらしっかりこういうふうにラップラインとかも取れるんでね、いいラインが狙えるかどうかでだいぶ変わります。これはちょっとブレーキ速そうかな。でもしっかりコンプリート、いい感じです。ここでバック押しに乗って、ちょっとこれ波消えちゃったかな。インサイドで引きつけてよかったね、今のは。パンプでラインを合わせて流しライン。オーリーでコンプリート。いい狙いだと思います。あとはスカーフィングですね。サーフィン地形的にもちょっとダンパーチックにはなってしまうんですけど、意外とテイクオフはしやすいといった感じの波質地形となってるんじゃないかな。これとかはグーフィーバックサイド、ちょっとパンプで終わっちゃうかな。ライナーラインで当て込む。ちょっと波のパワーがもらえないかな。まあ、少し難易度は高いんですけれども、少し遊べる感じの波となってます。しっかり適度にスカーフィングを狙いつつ、ちょっとやっていく感じですね。はまればこういう感じで結構横に走れる波はあるんですよね。いいですね、このダウンズライナーも。そしてここから日付変わりまして、2月の16日の火曜日の映像となります。サイズがね、ちょっと前日の日より波サイズが下がってしまって、またちょっと違った感じの波質地形になってます。地形をね読んではある程度いて、難易度は高くなってしまうかなっていう波サイズが下がるとっていう読みではあったんですけど、やっぱ想像以上にやっぱ引いた時にペラくなってしまうので、しっかりこれ結構早くアウト直線的に出ましたけど、基本的には引きつけて斜めに出るようにした方がいいかなっていうふうに思います。これとかもバックオッシュにうまく乗って膝を柔らかく使って、でラップラインまで。
これはちょっとインサイド気味でターンして180。すぐ180をかける感じです。いいラップライン。ナイスです。これはちょっと間に合わなそうだけど、まあ、ギリギリですね。さあ、ここからスカーフィング。サイズが下がってもこのテイクオフしやすい地形っていうのは非常にいいですね。このタイミングの看板でだいたいミドルタイドが1個の基準になってるかなっていうふうに思います。今はミドルタイド周辺がスキムでき始めて、そこからどんどん引いていくとサーフィンができるっていう感じだと思います。さあこれは間に合うか。間に合いそうですね。ここから当ててワンアクション。これよく乗りました。結構難易度高かったと思うんですけど、アプローチをしっかり今斜めにやったからアウトだったけどギリギリ間に合った感じですね。逆にこれは終着地点を直線的に狙ってアプローチで、これもワンアクション。この2本が良かったかな。なかなかスキムでアウトを取るには限界値ぐらいなアウトの距離ですけど、しっかりバック押しとラインさえ分かってれば今みたいに結構ペライ波でもアウトから取れるって感じです。このフロントもいいですね。結構うまく合わせました。今回直近の平塚ビーチパーク流木前の映像をまとめていきました。少しずつちょっと地形が変わるかもしれませんが、少し参考になればいいかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。